あなたはこんな経験ありませんか？仕事でミスして次は気をつけようと思ったのにまた同じミスをしてしまった。お金がなくてもっと稼がなきゃって思って行動するけどなぜか状況は変わらない。人間関係で揉めて解決したけどまた他の人とも同じようなトラブルが起きる。これあなただけじゃないんです。実は世の中の多くの人が同じ原因を抱えています。じゃあその原因は何か？これシンプルなんですけど多くの人ができていない頭の使い方なんです。社会に出て役立つ頭の良さはテストで高得点を取れる力でも記憶力でも頭の回転でもなく枝葉ではなく根っこを見る力なんです。そしてこの能力は才能ではなく知っていれば誰でも身につけれます。どうも、旅する起業家のルキです。今回は X で見かけた内向哲学さんの9割以上の人は枝葉に気を取られて人生を終えていくという記事が素晴らしかったので、この記事をもとに社会における本当に必要な頭の良さについてお話をします。あなたが抱えている悩みを解決できるかもしれない考え方なので、ぜひ最後までご覧ください。頭の良さとは？筆者は頭の良さについてこう言っています。学校教育で身につく頭の良さは、どちらかといえば記憶力と根性に近いものです。教科書の内容を頭に詰め込んで、試験本番でそれを正確に再現する。毎日コツコツと机に向かい続ける継続力。元からの記憶力がある人は有利になる。それさえあれば学校という場では確かに優秀な人とみなされます。もちろんその能力が役に立たないだとか、無駄だとかは言うつもりはありません。あった方がいい能力ではあります。でも社会に出てからこれは別の話だなと感じる瞬間が来ると筆者は言っています。モグラ叩き状態が悩みの根源。職場でミスが連発したとします。上司はまた同じミスをしたと叱り、本人ももう二度としないよう気をつけようと反省する。でしばらくするとまた別のミスが起きる。どうしてこんなに続くんだろうと頭を抱える。これ僕も働いていた時に経験あるし、自分の会社でも経験あります。従業員のミスがあって注意して、その時は反省して治るけど、時間が経つと次はまた違う理由で問題が起きる。で、また内容を聞いて解決するのを繰り返し、これが枝葉の問題を一つ一つ潰していく、いわゆるモグラ叩き状態と筆者は言っています。一個のモグラを叩いて撃退しても、また別のモグラが頭を出す。永遠に終わらないゲームをやらされているような感覚です。9割以上の人はこのモグラ叩きゲームをずっとしていって寿命を終えていきます。しかし、そんな問題のループを脱出できる方法があります。それが枝葉ではなく根っこを見る力。今回の動画の本題の構造を見抜く力なんです。構造を見抜く力がある人は、このモグラ叩きゲームではなく、なぜミスが繰り返されるのかという、モグラが定期的に出てくるゲームの設計自体に問題があるのではと、より深い問いを立てられるんです。いつも問題が起きるということは、もしかして確認フローに問題があるのでは？人によって業務の出来にばらつきがある場合、マニュアルに問題があるのでは？ミスが連発するのは採用の基準に問題があるのでは？これはあくまで一例ですが、表面に現れた現象ではなく、その裏側にある仕組みや構造に目を向けることができる。根っこに手を入れるから枝葉はおのずと落ち着いていくんです。社会に出て実際に活躍する頭のいい人というのは、この根っこを見る力が深く鋭い人のことだと筆者は言っています。表に出てきた症状だけを見るのではなく、なぜそれが起きているのか、この問題の本当の原因はどこにあるのかという問いを立てられる人のことです。この力は学校では教えてもらえません。というより、教育の構造上なかなか育ちにくいんです。テストではあらかじめ問題が決まっているし、正解があるけど、社会においてはそもそも何が問題なのかという問題の定義から始めないといけない。その問題を定義する力、構造を把握する力は試験科目にならない能力なんですよね。だからこそ社会に出てから意識的に鍛えていく必要があります。根っこを見る力を身につける方法。ここかなり重要な実際に身につけていくパートです。この力は、なぜを一段深く掘る癖をつけることで少しずつ育っていくと筆者は言います。問題が起きた時、すぐに目の前の問題を一時的に解決することに飛びつくのではなく、これってそもそも何が起きているんだろうと立ち止まって考える。最初はゆっくりでも、その習慣が積み重なっていくうちに、物事の構造が自然と見えてくるようになります。真の意味での大人の頭の良さとは、知識の量でも記憶力の良さでもなく、この構造を把握できる力にあるんだと筆者は言います。問題がよく出てくるマシン自体を改良すれば問題は減る。これがモグラ叩きのループから抜け出す唯一の道なんです。この構造を見る力は問題の解決でもそうですが、人生や自分のビジネスにも応用できるスキルです。才能ではなくスキルってところがポイントです。理解して実践すれば誰でも習得できます。
3つの具体例、3パターンで見ていきます。まず1つ目は、もっと稼ぎたいけど、いつまでもお金が増えない場合。この問題を枝葉で見ると、一攫千金を狙う、儲かりそうなビジネスや投資に飛びつく、こういった解決策が出てきます。これが枝葉を見ている状態。では根っこの構造を見ていくとどうなるか。無駄な出費の癖はないか。生活水準が高くなってないか。付き合っている人は見栄が必要な交友関係じゃないか。所得を上げれるスキルを日々鍛えているか。副業や起業できる動きを今しているか。このようなそもそもお金が増えていかない根っこの構造に目を向けるんです。二つ目は、人間関係でいつも同じようなことで誰かと揉めるとします。この問題を枝葉で見ると、自分の意見を言う、相手の意見も聞く、話し合って解決する、喧嘩して縁を切る、静かに離れる、第三者に入ってもらうなどの解決策があります。では根っこの構造を見ると、自分が関わる人を見る判断基準は合ってるか、相手が勝敗をつけたくなるような発言を自分はしてないか、愚痴や言い訳を言うような人間関係に属してないか、自分の思いやりはちゃんとあるか。このような人と揉める根っこの構造に目を向けます。人間関係は特に自分の立ち回り方次第で大きく変わります。自分の立ち回りが変わらないままだと、たとえ職場や交友関係を変えても同じような問題が他でもまた起きます。3つ目はダイエットが長続きしないとします。この問題を枝葉で見ると、自分は本当続かないな、意志力の弱さか、モチベが上がらないからか、別のダイエットを試すか、もっと楽なダイエットないかな、みたいなことが挙げられます。これを根っこの構造で見ると、そもそもそのダイエットの先に何を達成したいのかが曖昧じゃないか。初めからモチベに任せて始めてないか。負担をかけすぎてないか。短期で痩せようとしてないか。運動の実行までのハードルが高くないか。家に常にお菓子はないか。家の近くや最寄り駅にジムはあるか。このようなダイエットが続きにくい構造が見えてくるわけです。こういう風に設計の見直しをすることで、その設計から生まれる枝葉の問題を限りなく減らすことができるんです。で、今回は問題に対しての枝葉ではなく根っこを見る力というお話なんですけど、これはビジネスの成功分析でも使えます。例えば、売れてるカフェがあったとします。枝葉で見ると美味しい、おしゃれ、雰囲気いい、価格も納得。こういう表面的な理由が見えます。でも根っこを見ると、なぜその立地なのか、なぜそのコンセプトなのか、なぜその客層が来ているのか、こういうなぜが浮かんできます。例えば、僕が日本にいた頃によく行っていたコナズコーヒーもそうで、駅近ではなく郊外に多く出店している。ゆったり滞在できる空間。一番近いハワイという非日常なコンセプト。こういう設計になっていることで長く滞在してもらう。客単価を上げる。競合と差別化できる。結果、売れてるカフェになっている。このように売れてる構造も見抜けるようになるんです。で、売れてる構造を見抜く力がつくと、自分のビジネスの成功率も上がるし、人のビジネス投資でも失敗しにくくなるんです。この成功の構造を見抜く力は、テレビ番組だとカンブリア宮殿やガイアの夜明けがおすすめで、YouTube チャンネルだったらリハックやピボットがおすすめです。最後に今日の内容を振り返ります。まず一つ目、9割以上の人は枝葉を見ている。ミスが起きたら気をつける。お金がないからとりあえず稼ごうとする。続かないから意思の問題にする。これ全部表面の対処です。二つ目、本当に重要なのは根っこを見ること。なぜそれが起きているのか。どんな構造になっているのか。ここを見ない限り同じ問題は繰り返されます。三つ目、社会に出て本当に必要な頭の良さは構造を見抜く力です。テストでは測れないけど人生では一番重要な能力です。そして四つ目、この力は才能ではなくスキルです。なぜを深掘る癖をつけることで誰でも身につけることができます。最後に自分が思い描く人生を手に入れる人は努力する先が違います。枝葉を見てどれだけ頑張っても人生は大きくは変わらない。でも根っこを見て変えていければ全部が変わっていきます。お金も人間関係も習慣もビジネスも全部構造でできています。あなたが今抱えているその悩みは根っこを見て設計を見直すことでいつの間にかなくなっているかもしれません。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。